版の超簡単な経験値無限トラップをご紹介。一見ネザーゲート使ってて複雑そうと思いきや、意外に簡単に作れて経験値効率を抜群。いつ読み返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作る場所決めたら、建築ブロックで 4×4 の正方形を作っていきます。 4×4。 さあここから早速重要なんですが、白紙の地図用意していただいて、このように使います。そうすると、はい、こちら、辺りのね、地図が出て、下にはね、プレイヤーのマークが出てます。右を向いたら、このプレイヤーマークもこうね、連動して動いてくれるんですが、この地図を見て、右側を見ます。はい、このプレイヤーアイコンが、右側を見ました。そしたら一度、つるはしに皆さん持ち替えていただいて、向いている側の手前のここの2マスを破壊します。なので、皆さんね、どこかの方向が真ん中2マス削れました。プレイヤーアイコンが右向いている状態で、はい、そちら側を壊す。そしてここから装置作っていくんですが、装置の正面はこちら側になります。そしてこのくぼんでいるマスにチェストを2つ置いて、ラージチェストにします。そして、このチェストの上に、上側からホッパーをつけます。必ずホッパーの向きがチェスト向いてるようにしてください。そしてチェストの裏側に行きまして、今度ホッパーに向かってホッパーを2個つけます。今つけたホッパーは L 字になってホッパーにつながっていることを、両サイド確認してください。ここまでできたら、ここ2段にしてあげて、手前は残してください。今残した手前のここの上にはハーフブロックを置けます。この位置ですね。では、皆様仮ブロックなので、この上に上がっていただいて、ここからトライデントキラーを作成します。トライデントキラー何ですか？それもうやめようって思わないでください。置いていきません。統合版で使える自動で敵モブを倒せる装置なんですが、意外に簡単なんで一緒にやっていきましょう。まず、ピストンを持ちまして、この位置に設置します。はい、チェスト正面からこの位置。この位置置いてから、ピストンをね、風車状に置いておきます。ちょっとまず一回置いちゃう。上から見るとこんな感じ。正面チェストがあって、1個置いてから風車状に置いていきます。このピストンの木材面が必ずね、中央向いているかご確認ください。そしてここまでできたら、ピストンの左側面。ここからいきますか？ピストン正面から見て左側面にトーチを置いて、そのトーチに対して、オブザーバーを設置します。何をしているんですか？もう一回ゆっくりやっていきましょう。これ4つやっていきますからね。1個見まして、側面にレッドストーントーチ。そして、レッドストーンの側面にオブザーバー。これ重要なのが、必ずオブザーバーを置いたら三角がね、表に出て別のピストンを指し示しているようにしてください。もう一回やっていきます。レッドストーントーチ置いて、オブザーバーを置く。間違えて地面に置いちゃうと、赤ポッチが上向いちゃったりするんですよ。必ず側面から置く。はい、これをね、やっていきます。よいしょ。よいしょ。で、一周トーチがぐるりと4つ置けたら、最後ね、一回破壊して、もう一回置くと、ガチャ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 動き始めて、ずっとね、ピストンがこのように動き続けます。そしてね、ちょっとガチャガチャうるさいので、手前のピストンにレバーをつけて下げておくと、このようにガチャコンと止まります。で、こちらね、トライデントキラー注意点結構ありまして、こちら動画の最後、運用方法、作った後の運用方法の時にご紹介しますんで、この動画最後まで飛ばさずにご覧ください。ここまでできたら、建築ブロックでこのように、トーチも含めたドーナツ状をね、ぐるっと囲ってしまいます。上から見るとこんな感じ。そして、これをもう一段追加してあげて、正面から見るとこんな感じ。こっからです。正面チェストがある面から見て、奥側に 2×2 の壁を立てます。そして、この上には、黒曜石を2つ設置。皆さんね、黒曜石の上に1回乗っかっちゃってください。この黒曜石を含まずに、左右に9個ずつ黒曜石を伸ばしていきます。何ですかその早口言葉やめてくださいってことですが、ゆっくりやっていきましょう。この2つは含まずに、9つ伸ばす。いきます。9個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9でございます。そして、元に戻って、含まずなので、こっからいきます。1、2、3。ズバーンと伸ばしました。下がね、20個になってるはずです。ここまでできたら、今伸ばした端っこに立ちまして、ここから追加で20個伸ばしていきます。追加ですよ、こちらは。いきます。1、2、3という数え方。20個立てました。そしたら、水バケツ1個ね、用意していただいていると思いますんで、このように1個垂らしてあげて、回収しながら、安全にね、また黒曜石の上に降り立ってください。
うまいこと下に戻りました。そしたら、反対側行きまして、こっからね、追加です。また20マス伸ばしていきます。1、2、3という数え方。20個立て終わりました。そうしたら、このね、大きなネザーゲートになるように、横、繋いであげてください。なんで、単純に言うと、下が20マス。縦が21マスの巨大なネザーゲートが完成するというイメージですね。はい、繋いであげて。そしたらね、またお水で下にね、向かってあげましょう。水を垂らして回収して、水と一緒に下に戻る。下に戻ったら、最初にね、伸ばしたこのなんか首根っこみたいなところ、この位置ですね。この位置ズバーンと2列の幅を黒曜石の真下まで伸ばします。ね、今私クリエイティブで飛んじゃってますけど皆さんね、ちょっと足場とか作って置いてみてください。反対側もこの2マスのマスをドカンと黒曜石の縁まで伸ばしてあげます。今こんな感じ。次にこのマスですね。このマス。わかりますかね？ 1 マスの段差ができるように床を張りました。これを逆サイドにもやっていきます。よいしょよいしょよいしょ。置きまして、よいしょ。正面から見るとこんな感じ。では次に、この端っこに3マスの柱を追加で立てます。はい。黒曜石にね、角が被る形ですね。ではこれをこっち側にある。いや、結構もう大詰めですからね、意外に。はい。できました。そしたらガラスご準備いただいて、この3マスの柱にガラスをつけます。で、このね、3マスの柱をズバーンと中央に向かって伸ばしていく。こちらね、一応ガラスじゃなくても動くんですが、作った後、ゾンビピグリンがちゃんとね、水流で流れるところを見ると、より達成感あるんで、ガラスの方が楽しいです。ただ、フルブロックでも問題ありません。で、この装置の上、はい、通っちゃってください。ぶった切っちゃいまして、伸ばしていくと、はい、反対側につきます。反対側もね、ガラスの上、ちゃんと伸ばしてあげて、正面から見るとこんな感じ。で、また皆さんね、もし地上にいたら仮ブロックとかで上がってあげて、ガラスの上に立ってください。そうしたら、今度お水を、角のこのマスですね、角っちょから1個流します。そうすると、ちゃん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 となって、このトライデントキラーのね、穴ギリギリに止まってくれます。これもし流れ出ちゃう方は、長さが違いますんで、もう一度ね、確認してみてください。で、反対側のこの同じ位置、端っこからもお水を流してあげると、トゥン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 とギリギリで水が止まってくれます。表面完成です。では、次に裏面を建築していきます。まず、この裏側から見て、ネザーゲートの左端のここですね。ここの真下になるように、下からね、仮ブロックなどで縦積みしてあげてください。究極チャンネルでは後で壊すブロック、ダイヤブロックなどで表現してます。今これ仮ブロック使ったじゃないですか。また別の仮ブロック、まあ分かればいいんですけど、この黒曜石の一番の角にまた仮ブロックを置きます。この種類の仮ブロックを下のも合計7マス置きます。どういうことですか？なんかもう計算分かんなくなってきましたって方いらっしゃると思いますが、置いていきません。簡単に言うと、黒曜石の角から1、2、3、4、5、6、7置いてあげてください。そうしたら上に立っていると思いますんで、8マス目は建築ブロックを使います。横から見るとこんな感じ。今皆さんこのように、このね、建築ブロックの上に乗っかってると思いますんで、根下げの中心に向かって合計6マス伸ばします。いきますよ。合計なんで1、2、3、6マス伸ばしました。では、ここまでできたら、皆さんはここに乗っかりながらやってると思いますが、こちら側に2マス伸ばして、ここをね、繋いであげてください。そうするとね、6マスかける、3マスの、ドーナツができました。ここまでできたら、こちら側、装置の裏っ側ですね。裏っ側から見て、左から2マス目に仮ブロックを設置します。はい、この位置関係です。皆さん画面と同じようにしてください。で、ネザゲの、こちら側ですね。左手にはネザーゲートが見える中で、この仮ブロックの、この側面に向かってオブザーバーをつけます。で、壊すと、トゥン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 。オブザーバーのね、顔がネザーゲートの中央を向いている形になっていれば OK。そしたら、なるべく離れて、このオブザーバーに、この向きから、今度はね、右手側にゲートありますね。この向きから、オブザーバーを3連チャンやります。裏面から見て、矢印の、三角の矢印がこの向きになっていれば OK です。もし仮に、ちょっと、間違えるとこういう赤ポッチが見えちゃったりする方いると思いますが、そういう時は壊して、もう一回、このね、
向きが大事です。よいしょ。ここまでできたら、現世の木材系、オークとか白樺ですね。このトラップドアを4枚この向きに設置して、こんな感じです。トラップドア開いてあげてください。そしてここから結構難しいんですが、ここまでできたら、このトラップ動画の横のこのブロック、破壊しちゃいます。こっから若干ややこしいですが、置いていきません。ゆっくりやっていきます。絶対作れます。一度仮ブロックで、ネザーゲートのね、側に行きたいんですよ。なので、このように、このくぼみは残した状態でね、これをちょっと仮ブロック立ててあげて、正面側からこちらのトラップドアを見れるゾーンまで高さは同じで来れました。この状態から今削ったところにディスペンサーを顔が手前になるように設置します。基本的には手前になりますね。ただ横に置いちゃうと顔の向きとか変わっちゃいますんで、正面から置いてあげる。半円のやつがね、ドロッパーでちゃんとディスペンサーになってるかご確認ください。で、ここまでできたら仮ブロック即座に破壊してあげて、上から見るとこんな感じ。そしてこのディスペンサー開けるんですが、中には粉雪入りバケツを置いてください。入れるとちょっともうね、オブザーバーで信号入れちゃってるんで、カチ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 します。これ粉雪です。お水では代用できません。必ず粉雪ブロックが必要なんですよ。粉雪のね、入手方法はこちらです。こちらカチカチちょっと少々うるさいですが、このディスペンサーの上にしゃがみながらブロック配置して、このように、ちょっとね、半円というか半ドーナツみたいなのを作ります。トラップドアのマスとオブザーバーのマスが空いてれば OK。で、ここから超重要なんですが、皆さん仮ブロックで、このようにね、ネザーゲートの黒曜石の内側、この辺りです。ネザーゲートのこのラインですね、にブロック置いといてください。そうしないと、ゾンビピグリンまみれになっちゃって、まだ完成してないのに、危険なことなんで必ずこの辺りに、ここにブロック置いてください。置けたこと確認できたら、このオブザーバーの上になんと、マグマを置いちゃってください。そうすると、マグマがね、このようにたらりと流れてトラップドアの側面に流れました。ちなみにこのトラップドア燃えないので安心してください。ただなんで置くかっていうと、火はつくんですよ。燃えて消えないんですけど、火はつくんでゲートに、その火がゲートにもついた判定になってゲートがつくんですよ。ネザーゲートに火が着火されます。このね、粉雪がカタカタ出たり入ったりすることによってネザゲを壊しては引っ込めた瞬間にまたゲートがついて壊してゲートついてっていうのを繰り返すことによってゾンビピグリンが流れてトライデントキラーで処理するという、そういう仕組みなんですね。ではここまでできたら一度ちょっと下にねダメージ受けちゃいますけど戻っていただいて、よいしょ。正面から見るとこんな感じ。ちょっと現時点で不要な仮ブロックは破壊しておきます。まずこのねマス数数えで使った仮ブロックや縦積みブロック破壊します。残ってていい仮ブロックはゲートの内側にあるこの仮ブロックだけ残っててください。では裏側に行きまして、このディスペンサーの真下にちょっとこうもう見る必要がありますけど、真下についたなって思ったらそっからね縦積みしてあげてください。縦積みしてディスペンサーの真下にブロックをつけます。皆さんね縦積みしていると思うんで、このようにちょっとプレイヤーはねこうちょっと端に出てあげて、で一度下戻りまして、皆さん仮ブロックなど使いながらねやってほしいんですが、はい、装置の裏側来ました。こっからちょっと破壊していきます。皆さんね縦積みしながらやってください。まず下から2マス残して3マス目破壊します。でちょっとプレイヤーさんこう縦積みして、ここからこの2マス残して1マス破壊したら、ここ起点にこっからは1マス開けて壊す。縦積みして1マス開けて壊す。これをね続けていきます。1マス開けて壊す、1マス開けて壊す。ここまでできたらこのディスペンサーの真下のブロックは残しておいて、下の空いてるところにはトーチを置いていきます。で壊してトーチ、壊してトーチで置いていくとね、交互になんかトーチがついたり消えたりします。壊してトーチ、はい、どんどんねなんかトーチがねついたり消えたりしていますが、これ正常です。よいしょ。下まで置きます。待って、そうすると一番下は光ってるはずです。ここまでできたら一度ね正面に戻りまして、正面から見てこのトーチタワーのここにレバーを設置します。はい、なんで正面から見るとねこの位置関係に置かれました。これ何してるかというと、今ね粉雪がカチカチ出続けちゃってるんですよ。この後ねこのレバーをオフにすることでトーチのねオンオフが切り替わって、このように粉雪が出続けた状態になります。ここまでできたらようやくこの仮ブロック破壊しちゃってください。破壊し方としてはですね、もう正面からこのようにもうちょっと縦積みしてあげて、
で、ツルハシなどで破壊してください。でも、粉雪が出てくれてるので安心です。で、このように戻ってあげて。さあ、こっからもう間もなく完成ですが、作った後の注意点かなりありますんで、絶対最後までご覧ください。では行きますよ。まず、皆さん正面から縦積みしまして、このね、上のブロック2マス破壊しちゃってください。で、この隙間から、はい、トライデントを、ピストンの、真ん中辺、これ、真ん中辺で覚えてもらって OK です。真ん中辺に置いて、レバーをオンしてください。そうすると、このように、ピストンがガチャガチャ動いて、トライデントがじんわり動いて、トライデントキラーが作動します。ちなみに、トライデントの耐久値、気になる方いらっしゃると思うんですけど、投げた1回分だけ減るんですね。そしてこのトライデントは、ゲームの仕様上、ネザーに行ってもエンドに行っても、プレイヤーログアウトしても消えない仕様になってます。で、こちらね、ちょっとね、細かい話、注意点がありますんで、こちらも最後に合わせて紹介します。投げることができたら、このように蓋してあげまして、そうすると完成！簡単経験値無限。ではまず、トライデントキラーがね、ピストンがこうガチャガチャ動いてるのを確認していただいて、もうね、このレバー、上げると作動しますよ。それでは、レバーオン。そうすると、ジャギン。うわ、来た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 。やばいやばいやばい。このように、ちょっと目がチカチカしますね。ゲートが開いたり、閉じたりして、ゾンビピグリンがどんどん出てきます。やばすぎる。そして、そのゾンビピグリンは、下のトライデントキラーによって、処されて、経験値が出てきます。これやっべえ効率。こんなコンパクトなのに、マジで効率いい。ちなみにここで、皆さん、たまに質問いただくんですが、ネザー側のバイオーム関係ありません。ゲンブガンデルタだろうが、ソウルサンドバレーだろうが関係ありません。もうネザーゲート置くだけでこのように出てきます。さあ、こっから注意点。ここで湧かなかったっていう方もぜひご覧ください。まず、設定開きまして、難易度がピースフルになっていないかをご確認ください。ピースフルだと敵モブ湧かない仕様になってます。そして、もう基本的にハードがおすすめですね。イージー以上なんですが、ハードがおすすめ。この装置使う時だけハードにするでもいいと思います。こちら、火の炎症。これ火の炎症って何ですか？トラップドア燃える判定に出すために必要なんだと思うんですよね。これ必ず火の炎症オンになっているかご確認ください。そして、皆さんですね。気になるのが経験値がどれぐらい貯まるか。近づいてみましょう。せーの、よいしょ。おー！場所ですが、このようにね、装置の横に体つけていくとこのように溜まっていきます。もう16だ。こうしゃがみながらこのハーフブロック下いたりするのもありかもしれない。僕手離しててもしゃがみ状態続きますね。で、チェストも開くことができて、うわ、すごいわ。これぜひね、ドーゴーレムくんとかで仕分けしたいですね、ぜひ。ここお気に入りスポットかも。そのように先ほどのトライデントなんですが、使い終わったらまずはね、この粉雪が出たり閉じたりするやつをオフにします。そうすると、このように止まります。で、まだトライデントキラーは動いているので、オッケー、はい、ゾンビピグリン倒されますと。よいしょ。そして、使い終わったらね、トライデントキラーもね、オフにしておくのが安全です。なので、2つのレバーはオフ。これをね、使い終わったら徹底してあげてください。で、よくあるトラブルとして、こう、装置からね、この状態で離れて、また近づいた時に、ワールドの読み込み時、ログイン時ですよね。これね、トライデント、さっき言った注意点。トライデントが、なんとね、地面にめり込んじゃうっていうバグがあるんですよ。これやめてほしいよね。どういうことかというと、今ね、このホッパーの上、この辺ですね。この辺にトライデントあるんですが、なんと、このチェスト下とかに、この辺にめり込んじゃったりするときあるんですよ。落ちて。で、あとは、トライデントがね、とんでもない、この辺に飛び出ちゃうとき、これあります。久々に来てね、なんか全然ゾンビピグに倒れないんだけどとか、トライデントなくなってないっていう時は使用上消えないので、プレイヤーさんが近づいた時に吸っちゃってるか、下にめり込んでるか、これをね、ぜひご確認ください。消えることはありません。ただバグで一部、消えた。本当に消えちゃう時はあるんですけれども、こちら捜索してみてください。で、もしトライデントなくなっても、きよきよチャンネルではトライデント無限機、初心者さんでも作れるように丁寧に解説しますんで、ぜひね、説明欄リンクあります。そちら作ってみてください。ということで、作ってみてください。うい、効率やべえ、マジ。作れた方ぜひグッドボタンとコメントで教えてください。先ほど言ったトライデント無限機、そして他にも装置作りたい方、こちらをご覧ください。きよきよチャンネル100万人登録を目指して頑張ってます。ぜひ、こちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。